以前動画で紹介したシックザールの革軸シャーペンなんですが、実は革軸芯ケースも販売されています。軸には上質なプエブロレザーと縫い糸が採用されていて、こだわりを濃縮したデザインです。新ケース業界初の高度表示窓も搭載されているので、ペンケースの中身を彩って個性を出したい文房具マニアの方におすすめです。今回はシックザールさんの革軸芯ケースを開封して紹介していきます。こちら手のひらサイズのコンパクトな切り箱に梱包されていて、本格的なブランド品といった感じで上質感がありました。こちらがシックザール革軸芯ケースのプエブロコニャックです。定価は税込み 15,950 円となっています。こちらは2024年の4月に発売したコンパクトな写真ケースとなっていて、僕も画像では見たことがあったんですけど、実際に見るとやっぱりかっこいいですね。仕様について紹介していく前に、まずはこちらの新ケースを販売しているシックザールさんについて紹介していきます。シックザールさんは2023年の10月に開店した日本のブランドで、革軸芯ケースや革軸シャーペンといった革の文房具を販売しています。一生ものあなたにという思いのもと、職人さんが一本一本手縫いで仕上げているそうです。後で詳しく話すんですが、この縫い目ですね。深掘りすればするほどこだわりが詰まっていました。使っている革は職人さんが実際に目利きをして本当にいい革だけを選んでいます。使い込むごとに経年変化をして色艶が増していくので、使い手と共に成長して人生の相棒になってほしいという思いが込められています。販売はシックザールさんの公式オンラインショップか、兵庫県神戸市の国園&ゴーさんという文房具屋さんで取り扱いがあります。ハンドメイドの商品で制作本数には限りがあるということなので、シックザールさんのオンラインショップでは月に1回くらいの頻度で抽選販売が行われています。詳しい応募方法などは公式ショップにまとめられていたので、興味がある方はこの動画の概要欄から覗いてみてください。最近公式ショップのデザインがリニューアルされていたので、アクセスもしやすくなっています。シックザールさんは開店当初から SNS で話題になっていて、11月には X のアカウントで1周年記念イベントも行われていました。抽選販売のお知らせも X とインスタに上がるので、最新情報を知りたいっていう方は SNS もチェックしてみてください。次に本題の革軸芯ケースについて紹介していきます。こちらの芯ケースに使われている革はプエブロレザーという革の表面をスクラッチしてあえて細かい傷をつけたレザーが採用されています。一般的なレザーよりもケバケバしているというか、ザラッとしたアンティークな質感が特徴です。また経年変化が早いことでも知られていて、毛布をイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、スクラッチ加工で逆立った繊維が使い込むことで寝て平らになっていくイメージです。平らになっていくのと一緒に手の油や摩擦で色が深くなっていくので、一般的なレザーよりもプエブロレザーの方が経年変化が早いと言われています。ツヤ感も増していくので、最初のザラザラの表面から一般的なヌメ革みたいにしっとりとした質感に変わっていくのが見どころです。こちらのカラーはコニャックというレザーでは定番の色味です。自分は4月に抽選販売で購入した革軸シャーペンを持っているんですけど、こっちのシャーペンも新ケースと同じプエブロレザーのコニャックが使われています。今使い始めて7ヶ月くらい経過したんですが、購入当初と比べると色が深くなってツヤ感も増してきました。新品の新ケースと並べてみると綺麗な飴色に変化しています。同じ革でも使う人によって経年変化の度合いも様々で、僕の場合はツヤ感に対して色味の変化はそこまで大きくないかなといった感じです。もっと数年数十年と使い込んでいくと、じわじわダークブラウンに変化していくのかなと思います。こちらの革軸シャーペンはファスナータイプの筆箱に入れて持ち歩くことが多かったんですが、他のペンとぶつかる環境でも特に目立った傷はつかなかったです。もし傷がついてしまってもレザーの場合はそれが味になるので、革軸シャーペンも革軸芯ケースも結構タフに使っていけるかなと思います。ちなみにプエブロコニャックの他にも色々とレザーのバリエーションが展開されていて、現時点ではナチュラルな革の質感が楽しめるヌメ革、ヤスリ掛けのプエブロレザー、本物のワニの皮を使ったクロコダイルの3種類のレザーが展開されています。カラーバリエーションはヌメ革がナチュラル、節目模様という革特有のシワが入ったナチュラル、オレンジの3色、プエブロレザーがコニャック、ペトローリオ、オリーバの3色、クロコダイルがベージュ、ブラウン、ブラックの計9種類がラインナップされています。今紹介したのは定番カラーなんですが、定期的に新色だったり限定色が登場しているので、今後もバリエーションが増えていくんじゃないかなと期待してます。そしてデザインの大きなアクセントになっているのが、こちらの縫い目ですよね。こちらの縫い糸にもこだわりが詰まっていて、
一般的な革細工の縫い糸は、より糸といって数本の繊維を螺旋状にねじった糸を使っていることが多いんですけど、こちらの新ケースには複数本の繊維を編み込んだ糸を使っています。ズームしてみると分かりやすいと思うんですが、三つ編みみたいな感じで交互にクロスして編み込まれている感じです。編み込んだ糸の何がいいのかというと、より糸に比べて強度があるところです。革軸シャーペンにも同じ糸が使われているんですけど、7ヶ月間使っても糸がほつれてきたり繊維がピヨピヨ出てくるっていうこともなかったです。人生の相棒として末永く愛用してほしいという思いが糸にも込められています。糸の素材は水分や擦れにも強いポリエステル製です。もともと頑丈な素材なんですけど、ロウ引きという糸の上からろうそくのろうを塗布する加工を施すことで、さらに耐久性を上げているのも特徴です。見た目的にも上品で、光の当たり加減によってはキラキラ反射します。7ヶ月経過した革軸シャーペンの糸と比べると、シャーペンの方がツヤ感が増したような気がしますね。余談なんですけど、この編み込まれた糸は梱包にも使われていました。梱包の糸も大事に取っておきたくなりますね。レザーと糸のこだわりも素晴らしいんですけど、こちらの新ケースの最大のこだわりはキャップについている高度表示窓です。高度表示窓というのは中に入っているシャーシンの濃さを確認するための窓のことです。シャーペンでは割とおなじみで、特に製図用シャーペンについていることが多いんですけど、新ケースで高度表示窓を搭載しているのは、シクザールさんの新ケースが世界初となっています。シャーペンではギミックを搭載したものが色々と販売されているんですけど、こういうギミックを搭載した新ケースって今までなかったと思うので、結構革新的だなと思いました。しっかり実用性もあってロマンもあるので、文房具マニアにはおすすめのこだわりポイントです。どういう構造になっているのか分解しながら紹介していきます。まず普通に回転するとネジが外れて、シャーシンを補充することができます。根元を見るとゴムパッキンがついているので、勝手にネジが緩まないようになっていました。そして上の段になっている部分なんですが、ここもネジになっていて取り外すことができます。上の蓋にもゴムパッキンがついていましたね。上の蓋も外すと、こちらの中央のリングも外すことができて、芯のコードを変更できます。表示されている芯の濃さは薄い順に 2H、H、F、HB、B、2B の6つが用意されています。レーザーで刻印されているので、劣化の影響を受けないのもありがたいポイントです。上から見ると六角形になっていて、リングの内側も六角形に合わさるように設計されています。このおかげで芯を補充するために蓋を開けた時に、一緒になってリングまで回らないように工夫が施されています。シャーペンのコード表示窓は物によっては使っているうちに勝手に回ってたっていうことがあるんですけど、六角形にすることでその現象を防いでくれています。まとめると、下のネジは芯の補充用、上のネジは表示の変更用という感じです。素材は真鍮という金属が使われているので、普通に使って壊れる心配もないと思います。真鍮は使い込むと黒っぽく経年変化していくので、レザーの変化だけでなく金具の経年変化も楽しめます。僕のもすでに黒っぽくなってきているんですが、金ピカの状態をキープしたい方は定期的にピカールとかで金具を磨いてあげるのがいいかなと思います。HB の表記でネジを締めるとちょうど縫い目と一直線になるので見栄えも最高です。これだけこだわりを詰め込んでいるので、金具の開発には長い時間がかかったそうです。シックザールさんの公式サイトに革軸新ケースのこだわりを綴ったブログが上がっていたので、もっと詳しく知りたい方はぜひそちらの記事も読んでみてください。本体のサイズ感は全長約 7.8 センチ、直径約9ミリ、重量は約26グラムです。他の新ケースと比べてみると、全長はコンパクトな新ケースの中では平均的で、直径はやや太め、重量は重ためになっています。さっき金具が真鍮製と紹介したんですけど、内装も真鍮のパイプがずっと通っているので、結構ずっしりとしていますね。何本くらいシャーシンを収納できるのか試していきます。今回はユニの 0.5mm のシャーシンで試してみたんですが、40本はゆとりを持って入りました。公式サイトによると 0.5mm なら50本以上入るということだったので、一般的な市販のシャーシンはそのまま移し替えれる容量です。ただあんまりたくさん入れすぎると取り出す時に詰まってしまうので、 0.5mm だったら30から40本くらいがベストに感じました。ちなみに新ケースによってはボールペンの D1 規格のインクが入るものもあって、個人的に気になったので試してみたんですが、ネジの設計上リフィルは入らなかったです。シャーシンケースとしての実用性は優れています。最後に新ケースの特徴についてまとめていきます。まず良かったところなんですが、上質なプエブロレザーを楽しめるところ、縫い目が美しくて頑丈な糸が使われているところ、業界初の高度表示窓が採用されていて特別感があるところ、ゴムパッキンがついていてペンケースに収納しても安心して持ち運べるところ、
マニアのためのこだわりポイントが細部まで詰め込まれているところ、梱包も丁寧でギフトにも向いているところ、個人的にはこの6つが特に良かったと感じました。新ケースって文房具の中でもニッチなジャンルなんですが、その新ケース業界でもとにかくマニア向けっていう印象でした。ストライクゾーンを狭く深く攻めたっていう感じで、文房具を趣味で集めている僕的にはめちゃめちゃ好きな新ケースです。値段が1万円を超えているので即決できるようなものではないんですが、究極のこだわりを求める文房具好きの方は買って後悔しないかなと思います。気になったところは新ケース本体では特に探してもなかったんですけど、あえて一つだけ挙げるとしたら、抽選販売で数に限りがあるので購入が難しいっていうところです。ハンドメイドの商品でどうしても需要に対して供給が追いつかないので、毎回争奪戦にはなっています。あとは転売の問題もあるのでなかなか買えないんですが、シックザールさんの SNS である予告が投稿されてて、この動画が公開されてる頃にはもしかしたら詳細が発表されてるかもしれないんですけど、12月にシックザールの逆襲というイベントを開催するそうなんですよね。もしかしたら購入するなら12月がチャンスなのかもしれないです。ということで、革軸新ケースと革軸シャーペン購入したいと思ったら概要欄のリンク先を覗いてみてください。もしよかったら動画の評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしてます。今後使い込んで経年変化したらまた動画で紹介していきます。それでは最後のご視聴ありがとうございました。